どうも、フリーキャド速攻解決キックスのコーナーです。よくある疑問点や使い方などを速攻で解説します。今回はフリーキャドを使って球体歯車風の特殊モデルを作ってみます。今回作る球体歯車風モデルは軽く回すだけならちゃんと噛み合って動きます。ただし、この形状は正規のベベルギアなどと異なり、設計された歯型理論に基づいていないため、工業用途のギアとしては成立しません。あくまで小さな負荷で手で回して動きを楽しむ模型やサンプルモデルという扱いだと思ってください。それでは早速作ってみましょう。まず、カートデザインワークベンチでボディを作成します。続いて、ボディにインボリュート歯車を追加します。インボリュート歯車の設定項目が表示されます。ここでは、波数を24と設定しました。波数が多いほど、形状が細かくなるため、後のメッシュ処理で非常に重くなります。さて、インボリュートギアは、パラメトリックなパートオブジェクトなので、直接、カートデザインのスケッチとして編集することができません。そのため、ドラフトワークベンチで、一旦 2D 形状に変換します。それを、さらに、スケッチオブジェクトに変換していきます。ドラフトワークベンチが開いたら、必ず、正面から見た状態に、ビューを設定してください。では、2D 球形状、アイコンをクリックします。モデルツリーに、Shape2D View というオブジェクトが生成されます。続いて、基本設計をスケッチにするアイコンをクリックしてください。モデルツリーに、スケッチ、オブジェクトが生成されていると思います。では、カートデザインワークベンチに戻りましょう。Shape2D View ガマを使いませんので、非表示にしておきます。スケッチと一緒にボディの中に入れてしまいましょう。一応、スケッチのアタッチ先をボディの XY 平面に設定します。アタッチメントサポートがブランクになっていると思いますので、設定してください。マップモードもフラットフェイスに変更しておきましょう。さてこれで歯車をスケッチに変換できました。続いて歯車のスケッチを球体状にします。スケッチを開きましょう。この歯車のスケッチを半分にして回転押し出しを行うことで球体のように見える歯車風の形状が作れます。まず Y 軸に沿って長めの直線を1本描きます。あとはいらないところをトリミング機能を使って削っていきます。歯車の刃を間違って消さないよう注意してください。こんな感じでスケッチのいらないところを削除します。早送りでどんどん削っていきます。さて、一通り削れましたでしょうか？終わったらスケッチを閉じます。この半分の歯車スケッチを回転押し出して立体化します。レボリューションアイコンをクリックしてください。こんな感じで立体化できました。補足説明ですが、回転押し出しではスケッチを描いた平面の中にある軸を選ぶ必要があります。もし軸がスケッチを突き抜けてしまうとエラーになります。そのため、歯車を半分にして軸に重ならないようにしています。では、この立体化した歯車を土台として作っていきます。さて、続いてボディをコピーします。普通にボディを選択してコピー&ペーストしてください。ボディ001が生成されていると思います。では、このボディ001を Z 軸で90度回転してください。画面のように横になりました。では、このボディ001とボディを両方表示すると、このように画面上は重なったように見えます。さて、この球体上のボディとボディ001ですが、共通集合を行います。ところが、このままブーリアン演算で共通集合を行っても、形状が複雑すぎて、高確率でトポロジーエラーとなり、失敗します。そのため、一旦、メッシュワークベンチで、BREP 形状をメッシュ形状に変換します。これにより、安定して共通集合を行えます。では、メッシュワークベンチを開いてください。ボディを選択して、シェイクからメッシュを作成、アイコンをクリックします。テッセレーションという項目が表示されます。これは、ソリッドや曲面を三角形ポリゴンに分割して、
メッシュ化する時の分割精度を決める項目です。細かくしすぎると処理は重くなります。粗すぎると刃股は崩れます。どのくらいの品質がちょうど良いか試しながら設定する必要があります。今回はこのまま OK で先へ進みます。OK001 も同様にシェイクからメッシュを作成、アイコンをクリックします。テッセレーションもこのまま OK で閉じます。さて、モデルツリーにボティ、メッシュドとボティ001、メッシュドが生成されていると思います。この2つを選択して共通集合アイコンをクリックしてください。非常に時間がかかりますので、しばらくお待ちください。モデルツリーにインターセクションというオブジェクトが生成されました。トゲ状の形状になっていますが、これが球体歯車風モデルとなります。これはデザイン用途や軽く回して遊ぶ程度には使えますが、工業用の正確な歯車として力を伝達できる歯型ではありません。3D プリンターで印刷する場合は、このまま STL ファイルへ出力して扱えます。今回は、ここからカートデザインで利用できるように変換します。まずは、カートワークベンチを開いてください。インターセクションオブジェクトを選択して、カートワークベンチのメッシュから形状を作成を実行してください。これは、メッシュオブジェクトを B レッグ構造のシェイクオブジェクトに変換する処理です。シェイクを縫い合わせは、メッシュが多少開いていたり、面がバラバラになってしまっている場合に、それを閉じようと試みる機能です。基本的には、チェックした方が良いですが、今回はメッシュが綺麗なので、チェックなしで、そのまま先に進みます。処理中です。しばしお待ちください。モデルツリーに、インターセクション001という青いアイコンのオブジェクトが生成されています。これを選択した状態で、ソリッドに変換を実行してください。これも処理に時間がかかります。しばらくお待ちください。モデルツリーにインターセクション001ソリッドが生成されました。では、カートデザインワークベンチを開きましょう。カートデザインワークベンチが開いたら、ボティを追加します。モデルツリーにボティ002が追加されました。ボティ002にインターセクション001ソリッドをドラッグ&ドロップしてください。しばらく時間がかかります。ボティ002の中にベースフィーチャーが生成されました。このベースフィーチャーが球体歯車風モデルとなります。以上、フリーCADで球体歯車風モデルを作る方法でした。フリーCADの標準機能を工夫して組み合わせることで、通常では作れない特殊な立体形状もモデリング可能です。今回のモデルは、あくまで軽く手で回して動作を確認する模型用と向けのサンプルモデルです。工業用途の正規の球体歯車ではありませんので、ご注意ください。今回の速攻 Tips はここまで。ご視聴ありがとうございました。